ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。今回のポッドキャストは、私のうちの猫くーちゃんと一緒に送りたいと思います。今ね、ベッドで僕の携帯と僕のペンと遊んでいて、僕の今ポッドキャストを撮っているパソコンの上に乗ろうとしているのでね、僕は頑張ってこのくーちゃんを撫でながらくーちゃんがパソコンに乗らないように頑張ってポッドキャストを撮っていきたいなと思っておりますが、今日の早速ねテーマのお話をしたいと思うんですが、最近僕が読んでいたその哲学と、心理学の本、嫌われる勇気を今日の朝ね、なんだっけ、歯医者さんに行った時に読み終わったので、そう、歯医者さんで読み終わったんですよ。読み終わったので、その感想をね皆さんに紹介したいなと思っております。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということで早速テーマの方に入っていきたいと思うんですが、このね嫌われる勇気っていう本なんですが、簡単にあらすじを紹介すると、登場人物は2人です。カウンセラーと、あとは、青年、若い男の人、この2人が会話をしていくっていう本なんですが、この青年っていう若い男の人は、人生はねそんなにハッピーじゃないと。その彼は大学の図書館で働いていて、彼の仕事もね、みんなに俺の仕事ってすごいだろうっていうようなね、アイドルの仕事とか、そのプロのスポーツ選手みたいな仕事ではないと。でプラスそのお兄さんはいい大学で勉強して、いい会社で働いて、でお父さんはその自分の会社を持っていて、そうだ、お兄さんはねお父さんの会社で働いてるんだ。でもうお父さんは、お前のお兄さんはいいのに、お前はなんでこんなにダメな人間なんだって言われて育ってきて、で顔もハンサムじゃないから彼女もいなくて、もう僕の人生はダメだって言って、そのカウンセラーのとこに行くんですね。でカウンセラーの人はその心理学と哲学の勉強をしていて、その若い男の人にその自分の勉強してきたことを紹介しながら、その若い男の人の問題は問題じゃないっていう風に話していくのが、ざっくりとしたねお話なんですよ。で、今回その僕が読んでみて面白いなって思ったポイントが3つあって、それについて話していきたいなと思います。一つ目のテーマなんですが、トラウマなんてないっていうお話なんですね。トラウマって皆さんわかります？その昔の嫌な思い出、例えば子供の時にそのお父さんお母さんに例えばね叩かれたとか殴られてしまったっていう思い出があるから、今僕の人生はうまくいかないとか、あの時に大きな失敗をしてしまったから僕の人生はもうダメだみたいなねお話は、それは自分が作ってるっていう風に言ってるんですよ。で確かに僕これを読んだ時に思い出したのが、実は大学4年生の時に日本語教師になる前にね、僕がいた高校の先生になるかもしれないっていう話をもらってたんですよ。私立の学校でお金も結構良くて、で僕水泳部、泳ぐのが早かったから、そこのコーチと学校の先生一緒にやりませんかっていう話を聞いていて、でぜひってやっと先生になれるなって思ったんだけど、4年生の8月ぐらいにそれがちょっと難しいってなって、だから他の学校のテストも受けてなかったし、
他の会社も探してなかったから、急にね、仕事がないって言われて、どうしようって。あの時、その高校の先生になるなんて思ってなかったら、僕の人生はもっと良かったのに。みんなみたいに会社入ってたのに。大学4年生でみんなお仕事決まってるのに、僕だけ決まってないことなんてなかったのにっていう風に、あの時あの時って昔のことを考えてたんですよ。で、この本はそうやって僕の昔はダメだったから、今私がチャレンジしない、できないっていうシチュエーションの方が楽だから、その昔のことにね、なんだろ昔のことのせいにするっていう、そういうね、考え方なんですよっていう。だから昔がダメだったから今がダメっていうことは 100% ないって書いてあるんですよ。で、確かに若いその男の人は嘘だ、そんなことは絶対にないって。例えば引きこもりになってしまった人は絶対昔の辛いね経験があるから引きこもりになっちゃった。もしその経験がなかったら引きこもりにならなかったんじゃないかっていうふうに言ったら、その人はいや、今引きこもりになったのは昔のせいにして、今引きこもりの方が生きやすいからっていうふうにね言っていて、まあ確かにそうだなって。その高校の先生になれたかもしれないけど、それがダメになった時に他の人が悪いから自分は頑張れないっていう風にすると、自分は頑張らなくていいみたいなね、いう風な感じになって、すごく辛いけど楽みたいな、ちょっと日本語は違うな。辛いけど大変じゃないみたいな、気持ちは悲しいけど体は大変じゃないみたいな、そういう風なねシチュエーションになっていたので、これはもう皆さんそうですよ。もしね、なんか大変なことがあっても、あの、昔のせいにしたら人生良くなんないっすよ。今、ね、僕、人生楽しいと思ってていられるのも、それは昔のおかげ、昔何々したから今が楽しいなって思ったことは一回もない。やっぱ今頑張ってるから楽しいなっていう風に思うようにしてるので、ぜひね、皆さん、もし人生がうまくいってなかったら、人生が楽しくなかったら、昔のことをあまり考えないで生活してみたらいいかなと思います。はい。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。次の面白いなって思ったのが、人間の心配、人の心配は全部人と人との関係から生まれるっていうお話です。これもね、自分の経験もあるし、皆さんもこういう経験あるんじゃないかな。皆さん、何か心配していることとか、悩んでいることってあります？で、これっていろいろ考えていくと、他の人と自分との関係なんですよ。うん。僕も、前の仕事場ですごく悩んでた時期があって、正直多分ですよ。みんなから、ゆうすけっていい人、ゆうすけ大好きって言われるタイプの人間じゃないんですよ、僕は。思ったこと全部言うし。あのね、友達も多い方じゃないので。で、なんでみんな僕のこと嫌いなんだろうとか、どうしてこうみんなと楽しく生活できないんだろうっていうのを、前の職場、前の働いていたところでよーく悩んでいて、でニディアさんにどうしよう、どうやったらうまくいくんだろう、どうやったら今のシチュエーションが良くなるんだろうっていうふうにすごく悩んでいて、でニディアさんからだったらやめたらってだったら自分でね、学校作ったらって言われて、いやでもその今のシチュエーションが
その改善よくできなかったら、新しい会社を作ってもきっとうまくできないと思うみたいなことを言っていて、違うと思うけどなって。だからニディアさんってすごいんですよ。すごいなって思う。時々っていうか、なんかそういう時にすごく頭がいいというか、なんだろう、本能のままに生きているというか、だから結構悩んだ時はニディアさんが言うようにすれば間違いないっていうふうに僕いつも思ってるんですけど、で、まあ実際辞めてね、あんまり悩まなくなったんですよ。まあ時々ね、あの時うまくどうすればできたんだろうって思うこともあったんですけど、結局他の人のことばっかりで自分のことを意外と考えてなかったっていうのは良くない方でね。なんか、こうやったらみんな嫌な気持ちになるかなとか、こういう言い方をしたらとか、これを言わなかったらみんな僕のこと好きになるかなっていうふうに考えて話していたので、なんかもう自分もなかったし、あのうーん自分もなかったし、それが他になんか逆に他の人が嫌な気持ちになったのかなっていうふうに思ってます。でも今は思ってること、自分のやりたいこと、自分のことをしっかり考えられてるから、あんまり人と人との問題ってないんじゃないかなって思うし、あとね、例えばさ、そういううまくいかなかった時に、なんかその前の職場とかってもうそこだけが僕の世界だって思ったけど、でも本当に世界にはいろんな場所があるから、別に自分がすごいって言ってくれる人がたくさんいる人のところに行けばいいのかなっていうふうに、今のゆう日本語を始めてね、いや本当に思いますよ。はい。だから皆さんももしね、うまくいってなかったら、場所を変えるっていうのはすごくいいことだなって思うし、あとは、あの、自分にできることをやって、その他の人のために頑張らないっていう。他の人のために頑張るって、すごく、なんだろう、聞くとすごく素晴らしいことじゃないですか。でも、自分のために頑張った方が、結局他の人のためになるみたいな。これ難しいな。これ本読んでください。そう。でも、あんまり他の人で心配しないって。友達のことで心配しない。あなたのことが好きな人は絶対あなたの近くにいるし、あなたのことが嫌いな人のとこにあなたが行く必要はないっていうお話かな。はい。ゆうゆうの日本語ポッドキャストで、最後に今に生きるっていうね、ことをアドバイスするんですけど、これもねすごいなって思ったんですよ。本の中では過去も未来も見えないぐらい今の自分にライトを当てろっていう風にね、そのカウンセラーの人が言ってたんですけど、これは僕の経験上本当にそうだと思う。なんか時々僕もね、去年の10月ぐらいにすごく悩んでいて、その時にこの本読めばよかったなって思うんだけど、その時は結構未来のことを考えたんですよ。これから日本語の先生のシチュエーションってどうなるんだろうとか、今そのためにどんな準備をしたらいいんだろうっていうふうにすごく考えていて、そうすると見えないじゃないですか。こんなコロナの状況ですよ。2年後3年後の自分の生活なんてイメージできないから、何をしたらいいか分かんなくなっちゃったんですよ。で、なんか YouTube 撮っても楽しくないし、これからどんなプロジェクトやったらいいか分からないし、オンラインクラスもなんかうまくいかないしっていう風にね、考えていって、で、ちょうど2021年新しい年になって、やっぱさ、新しい年ってこうスイッチが変わるじゃないですか。新しい年、新しいプロジェクト、新しい気持ちで頑張ろうみたいなね。
で、その時に、とにかくポッドキャストだなと思って。いろんな先生がもう YouTube でオンラインクラスやってるから、僕は学生のために何できるかなってなった時に、あ、ポッドキャストだって。話すの好きだし、ラジオの DJ みたいでかっこいいし、ね、今いいマイクと、いいイヤホンを買って、こうやってイヤホンで自分の声をモニタリングしながら、話してるんですけど、それがもう、なんか自分でラジオ作ってるみたいでかっこいいみたいなね。本当DJ みたいなのをこう入れられるとすごく面白いんですけど、そういうアプリケーションあったらね、ぜひ教えてもらいたいなーって。ごめん、また話脱線したね。で、それからね、調子いい。毎日毎日自分がやることをしっかり考えて、今日は何しよう。今日は何しよう。今日はポッドキャスト4本撮って、夜 YouTube 撮って、クラスの準備して、で、今日は目の前の学生のために何ができるんだろうっていう風に考えてから、あんまり悩まなくなった。確かに YouTube のフォロワー全然伸びてないし、再生数も伸びてないし、YouTube でもらえるお金って去年の8月が一番良かったんですけど、その時に比べたら YouTube でもらえるお金って半分になっちゃったんですけど、それでもね、全然心配してないですね。うん。これは多分今こんだけ頑張っていろいろやってたら、多分1年後にまた違う景色になるんじゃないかなって思います。それが結局未来のために一番いいなって思うようになりました。まあまあのアイディアはある。あと半年ぐらい先に、いい仕事をするための準備として、今これをやった方がいいっていうのは思うけど、でも、その時に未来のために頑張るってよりかは、今楽しいから、今自分がこれがいいと思うから頑張ってやってるっていうのは、この最後のね、その未来も過去も見れないぐらいに今に集中して生きるっていうのはすごくいいなって。で、これが最後のテーマになるんですけど、そうですよね。その最初のテーマはトラウマなんてないっていう。なんか過去、自分の昔のことは関係ない。で、二つ目のテーマは、これから友達とどうなるんだろう。これから友達と良くするために自分何したらいいんだろうっていうのも考えないと。今自分ができる人のためにすること、してあげたいことを 100% 頑張るっていうね。どこまでが自分自分のために頑張るっていうとみんななんかユうスケすごく自己中、すごい自己中だなって感じ聞こえるんだけど、でもそうじゃなくて、じゃあどういうのが自己中で、どういうのがハッピーになる自分のためのアクティビティかっていうのは、本を読んでくれ。本を読んでくれ。ここで言うとね、せっかくこの本を頑張って書いた人がかわいそうだなって思うので。はい。ということで、今回は、今日読み終わった本、嫌われる勇気について、僕の経験と僕の意見を話してみました。ということで、今はね、人生の称賛っていうまた新しい本を、昔の本なんですけど、今読み始めてるんで、またこの本が読み終わったタイミングでね、ぜひ皆さんに僕の経験と僕の意見をこうやって紹介できたらなって思います。ちょっとね、分かりにくい話になってしまったかもしれないんですけど、結構僕にとってもね、この読んだ後にすぐポッドキャストを撮るっていうのはすごくいいことだと思うので、ぜひね、話していきたいなと思います。多分ね、最近のポッドキャストの中でも結構調子よく喋れたんじゃないかなと思います。はい。ということで、ゆうゆう日本語ではテーマの募集をしています。こんなことについて話してほしいっていうものがありましたら、ぜひ、SNS、そしてゆうゆう日本語@gmail.com までメールを送ってください。そして僕と上級の日本語を勉強したい、日本語を使う練習がしたいっていう学生がいましたら、ぜひゆうゆう日本語@gmail.com までメールを送ってください。世界どこの学生でも僕と勉強することできますのでね、ぜひ皆さんとクラスでお会いできたら嬉しいなと思います。ということで、引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。